この道はだんだん暑い日が多くなってきてますね。自分にとっては冬より夏の方が断然いいんですが、 VMAX にとっては夏は辛いんですよね。特に渋滞なんか最悪です。夏といえばですね、身の毛がよだつ恐怖体験があるんです。VMAX に乗り始めて初めての夏、一番暑い時間だったと思います。初めて通った道だったのですが、踏切を起点とした渋滞が起きていました。道は踏切が最も高くなっているかなり傾斜のある道路です。その当時は、今みたいにスマホですぐに違う道を検索することもできず、今考えると本当に不便でした。ほぼ動きのない渋滞だったので、水温計の針が下がることはなく、ファンは作動しっぱなしです。動き出したと思ったらすぐ止まり、止まったと思うとまた動き出す、を繰り返します。20分ほど経過したでしょうか、ようやく踏切に差し掛かりました。前の車が波間を漂う枯葉のように上下左右に揺れながら線路を渡っていきます。ヘルメットの中にはそれまでの排気ガスに混ざり、踏切独特の油のような鼻につく匂いが立ち込めました。やっと渋滞から抜けられる。目の前にいた車がいなくなったことで急に目の前が開け、風が通るのを感じます。遠くからは祝福しているようにセミの鳴き声が聞こえてきました。暑さとバイクへの気配りでヘトヘトだった気分が排気音のリズムに呼応し喜びへと変わっていきます。頑張れ。疲れ切った左手にカツを入れると、バイクはそろりそろりと進み始めました。この荒波の先には、爽やかな風に包まれた旅立ちが待っています。その時です。カタン、プスンプスン。左右に揺らされたハンドルにより、クラッチが離れてしまい、無情にもエンスとしてしまいました。やばい。慌ててエンジンをかけようとしたんですが、水温が高いためエンジンはかかっていなくともファンは回りっぱなしの状態です。セルを回しても、弱々しくクランキングするだけでエンジンがかかる気配がありません。何度も繰り返してみたんですが、かかりませんでした。すでにファンを酷使しており電圧が低下しているようでした。その時です。違和感を感じた左手を見てみると、何もいませんでした。渋滞中のクラッチ操作で、すでにお亡くなりになっていたようです。慌ててバイクから降り、押して下がろうとしたんですが、後ろにはもう車がいてバイクを戻すスペースはありません。くっそー。そこから気合で前に押して移動しました。電車が来る前に無事に踏切を抜けることができたんですが、押している間、生きた心地がしませんでした。クソ重いし。以上が、夏の恐怖体験となります。お化けの話ではなくてごめんなさい。それからです。バイクに、暑さ対策を施したのは、バッテリーを MF に交換。ライト、オンオフスイッチの増設。ラジエーターファンスイッチの設置。ビッグラジエーターへの変更。プラグを JR8C に交換。ダイレクトイグニッション化。クラッチマスターの交換。今でも、夏の渋滞では熱だれのような状況になりますが、ある程度コントロールが可能となっています。他にも、サーモスイッチの変更とか、マジーのアルミクーリングファンへの変更など対策はありますが、その点は未実施です。地域によって乗っている環境に違いがあるので、その地域に合わせたチョイスがよろしいかと思います。さて、VMAX の今の状況ですが、車検対策の真っ最中です。対策が必要な部分の1点目は、車高です。前回、セパハンの状態で構造変更をしているため、今のままでは通りません。また構造変更するのは面倒だし、何より車検の満了日が通した日に変更されてしまうので、できれば避けたいと思っています。2点目はライト、またノーマルに戻し、バッテリー直結回路にて乗り切る予定です。3点目は排気音、こちらが今一番悩んでいる部分です。私が使用しているオーバーレーシングのステンレスフォッカーは
おそらく後期型。音量はやや控えめなんですが、いかんせんそれでも通らないレベルです。こちらのマフラー、やや対策がしにくいんですよね。可能であれば、普段からうるさくない状態で走行できるように改善したいんですが、今現在は100デシベルを超えるレベル。そのため、何か違う方法を模索中。こちらがその途中経過です。まだ終了していませんので、終了後にまたご報告させていただこうと思っています。本当に大ごとになっています。ただうまくいけば、今後車検の旅に悩まなくて済みそうに変更できそうなんですよね。普段から静かな方が良いし、皆様もいろいろ対策されていると思いますので、私も頑張ってみたいと思います。それにしても、お化けって本当にいるんでしょうか？若い頃はいると信じ、肝試しに足を運んだりもしましたが、結局見たことはないんですよね。職場で夜中に、シンクが熱湯をこぼしたように、ボコンと言ったり、エアコンがついたり消えたりしたことはあるんですけど、不思議な現象イコールお化けではないですからね。そういえば、右肩が重いような気も。それではご視聴ありがとうございました。